飯食ったのか？ドスンとハズブロマーベルレジェンドビーストとアイスマンの紹介。こっちのビーストはミニコミックブックシリーズのアストニッシング X メンのビーストで、こちらがシークレットウォーズのアイスマンですね。それぞれね、シリーズも発売時期も違いますけども、X メンファースト5のうちの2人ということで同時紹介していこうと思います。ではね、これパッケージ破らなきゃいかんので、中身の方を取り出していく。よし、ほんじゃあまずハンク・マッコイビーストから見ていこう。早速比較なんですけど、こちらはレトロパッケージのビースト。個人的にビーストといえばやっぱりこっちをねイメージしてしまうんですが、ハンクはもともと手足こそゴリラのように大きいんですが、見た目は人間のそれ。とある事情でこのような全身毛むくじゃらでおなじみのビーストの姿となる。その時の毛色はグレー、後ブルーへと変更。そしてさらに物語が進み、今回のような見た目、猫化が強調された姿へ。個人的にこのビーストね、描くアーティストによってデザインが大幅に変わる印象が強いですね。2004年頃に発刊されたアストニッシング X メンという作品のビーストのマーベルレジェンド化。ご覧になってわかるように完全新素体。これは流用しようがない専用素体ですよね。かっこいい。頭部を見てみよう。こちらは通常顔。クラシックビーストより猫化が強調されたデザイン。食肉目やヒゲ袋はまさに猫化のそれ。プリントも相変わらず綺麗ですね。クラシカルな人化とモダンな猫化、どっちもかっこいいぜビーストは。こちらはビースト必須パーツの叫び顔。いやこれね、めっちゃかっこいい。眉間のシワが深く、目もつり上がっており、髪の毛も先ほどのものより少し乱れている造形。牙もむき出していて素晴らしくよくできていますね。アストニッシング X メンコミックまんまですよ。全身モフモフの毛むくじゃら、リストバンドに覆いかぶさるほどの毛量。そのリストバンド、ちゃんとシワが造形されていますね。コスチュームは膝下から脇腹あたりで V の字にセパレートされた独特なスパッツ。この黄色いラインが X の文字を成しているよう。爪は塗装されていませんね。ここちょっと残念かな。ですけど全体的なバランスいいですね。可動範囲、まずは頭部。上はここまで、下へはこうで、ぐるりと一周回ってこのような可動域ですね。傾き少し取れます。肩バタフライ機構があってこれぐらいの可動域で、腕横へはここまでなんですけど、これねちょっとやりすぎるとこんな風にねちょっと擦れてしまいそうなので、ここまでにしときましょうか。だいたいこれぐらい。ぐるりと一周回って腕の付け根で回り、二の腕バイセップスがあって、肘がピンレスの二重でここまでいけて、手首はこのような可動。胴体接続箇所は胸とお腹ですね。胸はボールジョイントで、後ろへはこううつむきこう、胸でこのように傾きも取れて、お腹は縦軸のみ。股関節引き出し機構はなしで、前はここまでいけて、後ろへはあんまりいかないか、ここまでいけて、股割りここまでできて、ももにロール、膝がこれもピンレスの二重でここまでで、すねでのこれロールはありませんね。おそらくできない。癒着ではないと思いますね。足首後ろへはこうで、前はこうで傾き取れて、つま先可動はあり。付属品いきましょう。まず手首パーツは右の握り手と、これはこのコミックを持つ用の手かな。そんな今回も付属します。遊び方がよくわからんコミック。これはアストニッシング X メンサーガのカバーアートかな。プリント自体は今回も非常によくできていますね。でね、ここでちょっと余談なんですけど、自分ねアメコミ読んでいてめちゃくちゃ笑った場面がありまして、アメコミ読んでいてあれほど笑ったのは後にも先にもその場面だけなんですけど、その
コミックがこちらなんですね。X メン再スタートアストニッシング X メンギフテッド。今回紹介しているビーストが登場するのがまさにこの作品ですいません、司馬遼太郎先生よろしく、余談に余談を重ねますが、これはオリジナルのコミックではなく、アシェットから発刊されているマーベルグラフィックノベルコレクションというやつで、自分ね、数年前にアメコミほとんど売り払っていて、今買い直しているんですけど、もう当時のものプレネついていたり、中には入手困難な作品があるんですね。オリジナルが欲しいところですけど、これで我慢。話を戻して俺が爆笑した場面なんですけど、物語の内容を少し話すと、まず前振りとしてこのローガンとこちらスコッティ、サイクロプスですね、この2人が恵まれし子らの学園内で大喧嘩するところから物語が始まるんですね。で物語が少し進み、作中キュアという存在が発見されて、そのキュアはミュータントを普通の人間に戻せる作用がある。でこのハンクはそのキュアから恵まれし子らの学園内の研究所で結成を作ろうとする。ハンクはこの姿にどこか劣等感があって人間の見た目に戻りたかったんですね。でそこでまたこのローガンが現れて、その時のこのローガンがハンクに向かって言うセリフがめちゃくちゃかっこよくて痺れるんですよ。普通の人間に戻りたいようだが、ションベック星一年坊主ならまだしもそんなたわごと X メンとして恥ずかしくねえのか。誰かが一人でも逃げ隠れしたら終わりだ。いいか、これはミュータントを一人残らず並ばせて虚勢するためのもんだ。お前だって分かっているんだろう。さっさとそいつを便器に流すか、もしくは俺様がお前の毛をむしり取って敷物にでもするか。このちびすけ、言わせておけばと、そんな感じでこの2人のバトルが始まるんですね。研究所の壁をぶち破り、廊下にまで喧嘩が広まる。でここからが爆笑ポイントなんですが、そんなそんな喧嘩を見た恵まれし子らの学園の生徒の2人がですね、どこやったっけな、ここですね。こっからの展開なんですけど、そんな喧嘩を見ていた2人の生徒のうちの1人がこう言うんですね。ここってしょっちゅう先生たちが殺し合っているけど最高だよなって言うんですよね。その後この2人なぜかお互いに礼をして喧嘩が終わるという意味不明な展開になるんですけど、ローガンのかっこいいセリフからの謎のオチがね、なんかつぼりまして、ずっとコロコロ笑ってましたね。では次にロバート・ドレイク、アイスマンを見ていこう。まずね、シークレット・ウォーズコミック原作にアイスマンは出てきません。80年代にマテルという会社からシークレットウォーズのシリーズとしてフィギュアが発売されたんですね。このアイスマンしかり。こいつはその当時のフィギュアのリメイクになる。なのでコミックキャラをマーベルレジェンド化したわけではないんですね。アイスマンではおなじみの全身クリア。ただ全くクリアではなく若干スモークがかったクリア。そのクリアの宿命として関節ジョイントが見えてしまうのは、これはもはやご愛嬌。素体は何かの流用ではあると思いますので、別段語ることはありませんね。頭部を見てみましょう。こちらは笑顔になった頭部。これはいいですね。ボビーは X メンのムードメーカーなんですよ。なので原作でよく見せる表情なのに、マーベルレジェンドではあまり笑顔パーツ付属しないというか、表情パーツすらなかったか。目と歯が白く塗装されており、顔をしっかり確認できるようになっている。いや、これはいいわ。こちらは交換用頭部の食いしばり顔で、いや、こっちもかっこいいですね。クリアなんでちょっと視認しづらいですけど、眉間に深くシワが寄っていて険しいものになっている。こういった表情も今までのアイスマンなかったかな。
このアイスマンに限らず、どんなキャラクターにもこういった食いしばり絶対付属してほしいですね、個人的には。付属品を見ていくと、まず交換用手首として開き手が左右分と、シークレットウォーズシリーズおなじみのレンチュキュラーカード付きシールド。このようにボビーの素敵なご尊顔を拝めます。そしてね、ある意味アイスマンでは待望のアイテム、こちらスノーボールですね。これはクリアではなく白く塗装かな。ヴィランだけではなくいろんなヒーローにぶつけてあげよう。そして今回個人的に最も期待していた付属品、大気中の水分を氷に変えているエフェクトパーツが3つ、腕につけるようが2つと足につけるように1つ。こちらも全くクリアではなくて各部白く塗装されていますね。で、この部分の形状を見ると、ここにね、腕を通して取り付けると思うんですけど、ここがね、期待していた分ちょっと残念な点なんですよね。エフェクトパーツすべて取り付けるとこんな感じになって、足元を凍らせて移動しているアイスマンおなじみの場面を再現できる。これはこれでいいんですけど、腕につけるエフェクトは接続部の形状からいって下方にしか向けれない。自分ね、これ前方に向けてアイスビームを放つ攻撃用として遊ぼうと思っていたんですよ。まあ肘を曲げた状態で前方に向けれないことはないんですけど、これだとちょっと締まらないですね。まあこうやって遊ぶ限定のエフェクトパーツなんでね、そこは嘆いても仕方ない。で、可動範囲なんですけど、膝ともにピンレスでバタフライ機構もあるので、ストレスフリーで遊べますね。では、現状、自分が揃えることができるアストニッシング X 面で並べてみる。当然ですけど、原作だとここにアイスマンはいませんが、比較としてね。それと、エマタンの方はコミック版ではなくアニメ版です。このシーンだと他にキティブライドがいるんですけど、自分所有していない。なんですけど、今後、コロッサスとの2パックでアストニッシング X 面版として出るそうじゃないですか。絶対買うぜ。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。